Welcome back to my channel. It's I. ですね、今日は私が待ちに待ったアンジュルムのコンサートに行ってきましたので、そのレポをしたいと思います。昨日から私はもう浮き足立って幸せモードに包まれているんですけどはい、私が行ったのは2021年11月15日に開催されたアンジュルムのコンサート2021桃源郷笠原桃奈卒業スペシャル武道館ですね。こちらに行ってまいりました。もう本当はね3時間ぐらいね語れることがねあるんですけど、それをギュギュッとねこう詰めてこう感想を言っていきたいと思います。とりあえず全体的な感想、ほんと一言でまとめるとしたら、これはその笠原桃奈ちゃんの卒業コンサートなので、もちろんそのカッサーに花を添える、カッサーを送り出すのにすごくふさわしい内容のコンサートになっていたし、こうそれ以上にですね、今のアンジュルムのメンバーたちがこう久しぶりのコンサートを本当に心から楽しんで、もう感情を爆発させていた、嬉しさとか楽しさとかいろんなものをこう爆発させていた、すごく楽しいコンサートだったなと思いました。このコンサート自体がアンジュルムの単独コンサートとしては約1年ぶりで、もちろんハロコンっていう全体的なコンサートツアーとかはやっていたんですけど、このご時世だったのでどのグループも今単独のコンサート、単独のツアーがねなかなかできていない状況で、だから1年越しの武道館のアンジュルムだけのコンサートって形だったんですけど、もうやっぱそこにみんなやっぱりかける思いっていうのがそれ以前よりもうやっぱり強くなっているんだろうなっていうのが感じましたね。蓄えてそれをもう発揮する場所がないから、もう持て余したものをバーンって出しているような、そんな感じが受けられましたし、みんなとっても楽しそうで、もうね本当に全員が良かったですね。カッサーはもちろん今までで一番輝いていたし、他のメンバーも本当にこの1年、私もなかなか現地に足を運ぶことができなかったんですけど、最近はもう少し見ないうちにもうまたちょっともう違う人間なんじゃないかぐらい成長してるメンバーたちばっかりで、もう全員が本当にいいパフォーマンスをしていました。はい、もうすごく楽しかったです。今回のコンサートはちょっと飲みます飲みながら喋りました。今回のコンサートは、武道館で開催されたんですけど、来れない人たちのために全国の映画館でライブビューイングもされたし、あとは、生中継もテレビでされました。フジテレビ2という番組でされましたので、それでこうちょっとでもアンジュルムに興味があるっていう人とか、初めて見る方が結構見てくれたんじゃないかなと思いますね。私のフォロワーさんも実際にそのアンジュルムどころかアイドルを普段見ない方が、ベビーメタルつながりで私の動画を見てくれて、そこで私がアンジュルムをいっぱい紹介しているうちにちょっと気になったから見てみるって言って実際見てくれて、すごく面白かったっていう感想を送ってくれたりして、そういう方もいるんだなと思って、すごく私も嬉しかったですし、中継とかされるとね、やっぱりそういうライトなファンの方とかそういう方もね見れる機会ができてすごくいいなって思いました。今回のライブは私会場に行ってみて、予想通りもう女性ファンもすごく多かったですし、多分ね男性ファン女性ファンが本当にいい割合でいるんですよ。今のアンジュルムは見た感じ女性の方が多かったんです。私の席から見えるところは女性ファンの方が多かったんですけど、2階席だったっていうのもあって、アリーナ席を見ると結構男性の方がやっぱりねアリーナのいい席にいたりするので、多分五分五分ぐらいだったんじゃないかなと思いますね。割合はすごくいい割合だと思うし、見てると多分昔からのファンではないんじゃないかなっていう方も結構いるので、ってことはね、これからますます新しいファンも獲得していくグループになるだろうと思っていますし、肝心のセットリストも新しくファンになった人が見ても
ほぼ知ってる曲で構成されてたと思いますね。その今のかっこいいアンジュルムっていうのを全面に押し出した演出にもなっていました。はい、この調子で私は喋り終わることができるのでしょうか。まずはじゃあセトリを軽く振り返っていきたいと思います。まずオープニングがこう、モーナのねメンバーカラーがピンクなんで、こうピンク色のね世界にこう染まって武道館がすごく綺麗でしたね。で全員が出てきて、スタートしてからこうしばらくは本当にずっとこうダンスナンバーというか、今のかっこいいアンジュルムを表すような曲が次々続々と続いていきました。もう赤いイヤホンスタートっていうところでね、もう間違いないですよね。はい、もう赤いイヤホン次々続々で、もうわーって盛り上がったところに新曲の愛されルート A.O.R.B が来るんですけど、愛されルートはカッサーにとって最後のシングルであり、カッサーが本当にもう MVP だったなって私も思ったし、多分多くのファンの人もそういう気持ちだったと思うんです。ミュージックビデオが出た時にカッサーを代表するような、曲だなと改めて思いましたね。今回もとってもかっこよかったですね。最初のダンスの部分も見れて嬉しかったです。はい、で乙女の逆襲もね、私すごい好きな曲なのでやってくれて嬉しかったですね。ここで MC が入るってなってるんですけど、この MC はもうほとんどもうほんとちょっとの時間、リーダーのたけちゃんが、一言挨拶をするだけなので、ほんと少しなんですよ。だから最初のセクションがだいたい45分ぐらいだったんですけど、そう45分間ほぼ休みなしで激しいダンスナンバー中心のセトリをやっていて、さすがだなと思いましたね。でこう MC 明けもミラーミラーとか七転び八起きとかね、かっこいいダンスナンバーが続いていくんですけど、この七転び八起きで、七転び八起きっていう曲は常に3人が固定でダンスメンバーとしているんですよ、この曲の時に。でそのダンスメンバーは歌わない、もうずっと踊りだけをやるんですけど、その3人にもともといたメンバーが佐々木里香子ちゃんしかもう残っていなくて、他のメンバーが全員卒業してしまったんで、佐々木里香子ちゃんがねこうしばらく私一人になっちゃったとか言ってたんですけど、ここで今回初めて、橋迫凛ちゃんと為永しおんちゃんがダンスチームに加わって、この凛ちゃんもしおんちゃんも本当に新メンバーとは思えないぐらいね、もう超溶け込んですごくかっこいいダンスをしていました。そして、限りあるモーメントもいい曲ですし、愛のため今日まで進化してきた人間、愛のため全て退化してきた人間はカッサーが加入してすぐのシングル曲なんですけど、カッサーがね A メロの一番最初の出だしを担当している曲で、この曲自体ちょっと他のアンジュルムの曲とは毛色が違う、なんか少しフューチャー感があって EDM っぽさが結構強くて、ちょっと違ったムードがある曲なんですけれども、この曲でカッサーの成長がねなんか振り返れたなと思います。はい。で過ぎた悔いは打たれないっていうのは今度はこうメタルナンバーなんですよ。ガチガチのハードロックな曲で、こうやって見ても本当にこうアンジュルムの曲の幅広さがわかりますね。はい、でそこで一回全員がはけて、で次にですねダンストラックがまずありました。先輩チームですね、先輩チームでダンストラックがあって、神子がね神子がこのメンバーの中でこう違和感なくダンスをしているっていうのがねすごく頑張ったなと思いましたね。すごくやっぱりかっこよかったです。このメンバーのダンストラックはかっこよかったですね。で次に、後輩チームが出てきて、後輩チームの5人で天の弱と新日本のすすめっていうね曲をスマイレージ時代のね曲なんですよ。これはカッサーがリクエストしたらしいんですよ、この曲をみんなにやってほしいって。でここでねこうスマイレージ時代の可愛い曲だったりとか、なんかこういう今のその新メンバーたちに似合うような曲をねやらせてくれて、なんかいいなと思いましたね。はい。で次が魔女っ子めぐちゃんなんですけど、もう魔女っ子めぐちゃんといえばカッサーっていう曲なので、ありがとうって感じでしたね。
ここでちょっとその可愛い感じの曲だったりとか、ちょっと女の子らしい曲、マナーモード裏腹ラバーをやった後に交差点っていうね卒業するメンバーをね送り出す時に結構お決まりの曲があるんですけど、もうここでねリーダーがねたけちゃんが号泣して歌えなくなるというね、もう私もそこでもらい泣きしましたけど文字通りの号泣でしたね、たけちゃん。でその後どうするんだろうっていうか、その後たけちゃん大丈夫かなって思ったんですけど顔をこうやってペシンとお相撲さんみたいに叩いて持ち直してました。はい、前もそういう場面を見たことがあるので、たけちゃんは号泣するとちょっと顔を叩く癖があるんだなと思いますね。でここから後半戦泣けないで共感詐欺から始まって、アンコール前の46億年ラブにまでのところは本当にアンジュルムの人気曲で盛り上がる曲がバーッと立て続いて、もうめっちゃ盛り上がりましたね。本当にコールができないのが辛かったですけど、でもたけちゃんの盛り上がっていこうぜみたいな煽りというか、そういうのがねいっぱい後半は聞けて嬉しかったですねそうですね。でここでアンコールになって、アンコールでカッサーがまず一人で登場するんですけれども、ですね、もうこれもちょっと歴史に残るような衣装だったんじゃないかなと思いますね。ハロプロの卒業コンサートってそのアンコール明けにね一人で出てくる時に、衣装替えをするんですけども、ドレスを着るのが通例というか、お決まりみたいな感じなんですよ。みんな結構可愛らしいドレスをね着たりとか、お花のドレスとかそういうのが多いんですけど、カッサーはね黒のパンツスーツにちょっと下がスカートが半分ついている、なんて言ったらいいのか分かんないですけど、パンツ黒いスーツドレスみたいなものを衣装にしていて、それがすっごくかっこいいし、カッサーにめちゃくちゃ似合っていて、もうさすがだなと思いましたね。そこで手紙の朗読、これもハロプロの卒コンでお決まりのものなんですけど、手紙の内容ももう絶対にカッサーにしか書けないような内容で、もともとカッサーはブログとかでも言葉選びがねとてもなんていうんだろう、文学的だったりとか、文章の組み立てがとてもねうまい子だっていうのはみんな周知のことなんですけど、今回のその卒業の手紙も本当に史上に残るぐらいとってもいいものだったし、ただいい文章を書こうとかではなくて、しっかりとこうカッサーの素直な気持ちだったりとか愛情がとっても込められた手紙になっていたので、やっぱりカッサーはすごい子だったんだなと思いました。はい、そうちょっと前後しちゃうんですけど、その手紙読む前に1曲ねカッサーがソロで歌ったんですけど、それが「地球は今日も愛を育む」っていう曲をね歌ったんですけど、もうこれもめちゃくちゃかっこよかったです。そして、メンバーが全員また出てきて最後の挨拶ですね。一人一人最後の挨拶をして、で最後アンコールとして2曲歌って終わりという流れになってました。なんかみんなやっぱりこう涙を見せるメンバーもいたけど、なんかカッサーを笑顔で今日は見送るってみんな心に決めているような感じがしましたね。もう泣かないように頑張ってたメンバーが多かったように見えましたね。はい。そして最後に「友よ」と「大器晩成」このアンコールでこの2曲が残っていたのでまだ歌われてなかったので、この2曲が最後に歌われるだろうってことはね想像はできたんですけど、全く想像できなかったことが大器晩成の時に起きまして、それは何かというと大器晩成の落ちサビの部分ですね。アンジュルムのメンバーが大事に歌い継いできているその落ちサビを最初で最後のカッサーが歌ったっていうところで、もう私は昨日のライブの全体の中で一番そこで叫びたかったですね。カッサーって本当にあれはびっくりしました。サプライズでした。なんか立ち位置があれと思ったんですよ。その落ちサビの前になるとなんかちょっとね落ちサビ来るぞみたいなムードになってくるんだけど、なんか
モモナが一番前にいるんですよ。一番前にいる子がその落ちサビを歌うはずだから、モモナがそこにいちゃいけないのになんでいいのモモナって、私その時点で全然気づかなくて、モモナがその歌うからそこにいるんだっていう頭にならなくて、モモナなんでそこいるみたいな感じ見てて、でこうやってしゃがみ出してモモナがそこなのモモナと思ったら起き上がって「どんな時代にも」って言ったから、そこで初めて気づいて最後にそのめっちゃかっこいい、しかもあれですよ、もうピッチとかこうリズムとかはもちろん完璧にね、そこがまず難しいんですけど、サビはそこは完璧にかっこいいものになってて、最後の最後までそのモモナに持ってかれたみたいなね、かっこいいなやっぱって思いました。はい、ということでちょっと振り返ってきました。はい、では、ここからはちょっとだけ各メンバーについての感想をなるべく短く言っていこうと思います。はい、まずはリーダーのたけちゃん。たけちゃんは本当にロックでした。昨日ももうね、めっちゃ可愛い声なんだけど、歌がロックでも本当に国宝級の歌だなと、昨日もね何度も心の中で大きな拍手を送りましたね。はい、かっこよかった。もうたけちゃん最高ですね。はい、でリカ子もかっこよすぎて、というかリカ子がスクリーンに映ったりとか、リカ子の目立つシーン、ソロパートとかになるともうね一瞬ね別次元にふわんって連れて行かれるぐらいそう、よくなんか佐々木里香子は女性ファンを落とすとか、なんか女性ファンの黄色い悲鳴が聞こえるみたいなよく言うじゃないですか。あれ本当ですからね、本当にそう、やっぱりリカ子がいることでダンスの全体的な迫力が増してたのは言うまでもないですね。で神子も本当にオーラってあるじゃないですか。オーラで言うと正直他のメンバーよりもちょっとこう半歩先にも神子はいるなっていう風に思っていて、バラエティとかで神子を見たことがある人多分いっぱいいると思うんですけど、すごく目鼻立ちがはっきりしている子なので、なんか印象に残ると思うんですけど、それがライブでパフォーマンスをしている時の神子はその50倍ぐらい出るんですよ。その時のバっていう感じがそうでシンプルに歌がとっても上手くなっているので、もともと歌で評価をされていた子ですけど、パワーが加わりましたよね。私冒頭でなんかみんなの気迫みたいなのがすごかったって言ったんですけど、その気迫を一番感じたのが神子からでしたね。はい、そして川村彩乃ちゃん、川村もねまず本当にね、引きで見た時のステージにいる川村はその映像で見てるよりも何倍もスタイルがいいんですよ。どうやったらあんなスタイルに生まれることができるんだろうっていう感じで、もう昨日もめっちゃ見とれてちゃいましたね。で歌唱も安定してますし、やっぱりあやちょのパートとか、あとなんかあいあいがやってたようなちょっとなんか曲のエッセンスになるようなパートをこうカワムの声はすごく可愛いスパイスみたいなのをなんか曲に入れてくれる、やっぱりすごくねいい声だなって改めて思いました。でレラタンはすごく歌割りもたくさんあったし、アンジュルムの中でもう完全に重要なところを担うメンバーにもうなったなって思いました。ここぞという決めるパートを全部決めてきてくれてましたし、すっごくレラタンの歌も成長していて、あとあれですね、なんか映し出された時とかちょっと画面に抜かれた時の顔面が強いレラタンは。そうレラタンは一般受けも絶対に強いですし、これからもますます楽しみですね。はい。で橋迫凛ちゃん、凛様もね、凛様も表情も良かったし、ダンスもねとっても良かったし、凛ちゃんも一皮も二皮ももう向けたなっていう感じがありましたね。はい。で為永しおんちゃんはもうね、この子を初めて見た人は絶対新メンバーって思わないですよっていうぐらい
もう完成されて、しおんちゃんはますます表現力にも磨きがかかってて、すごいかっこいいなって思う瞬間がたくさんありました。川名凛ちゃん、私の一押しの今新メンバーの川名凛ちゃんなんですけど、いやー可愛かったケロンヌ可愛かったし、歌がねすごく良かったです。で、松本若菜ちゃんはもう超可愛かったですもともと可愛いんですけど、昨日の武道館のヘアメイクと衣装はすごい可愛かったですね。そう、もう若菜ちゃんはね、心配する点がね全くないもう天才子役なんですけど、私がすごくほっこりしたのがなんか曲が進むごとにつれてもうなんかすごくダンスナンバーが続くので、本当に新メンバーねよくついてってるな、偉いなと思ってたんですけど、パッと若菜ちゃんの顔がモニターに映し出された時にどんどんここのほっぺの部分が丸くピンク色になってるんですよ運動量が増えるごとにピンク色になってって、それがすごく雪遊びしてる子供みたいで可愛いなと思いましたそうですね、今回の収穫の一つが新メンバーの子たちが誰一人欠けることなくすごくいいレベルまでも来ているっていうのが証明されたことですね。これによってもう皆さんお忘れかもしれないですけど、アンジュルムに新メンバーがまた入ることがね決まっているので、それでどういう子が来ても安心っていうのが一個ありますね。はい。で最後に主役の笠原桃奈ちゃんですけど、もう本当にね最初から最後までかっこよかったなんかかっこよかったし、まだやっぱりところどころ見せる幼さみたいなのとか可愛い表情とかそういうところも含めて、いやもう本当にいい子だなって思いましたね。はい。もちろんね、なんか大型カブトムシが動物園からいなくなってしまうのはね寂しいですけど、カッサがアンジュルムを卒業して他の道に進むっていうことで、きっと私たちもいつかまた違う形でカッサーのさらに素敵な女性になったカッサーを見られる日が来ると私は信じています。はい。ということで今回はアンジュルムの、日本武道館コンサート笠原桃奈卒業スペシャルを見に行った感想レポートの動画でした。はい、皆さんも、行かれた方、ライブビューイングや中継で見られた方はぜひ、コメント欄で感想を教えてください。ぜひ共有しましょう。はい、とにかくアンジュルムビッグラブということでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。